こんにちは、みなせです。皆さん、京都駅周辺のカフェのイメージってどんなイメージですか？スターバックスさんであったり、ドトールさんであったり、チェーンのお店の印象強くないですか？実は京都駅からも歩いて行ける範囲でおしゃれなカフェはたくさんあります。今回はチェーンではない京都駅周辺のとっておきのカフェを3つ紹介したいと思います。皆さんの旅行やデートの参考になるようなカフェがきっと見つかると思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、まず1つ目がですね、京都駅から徒歩13分のところにあるゴールデンウッズ京都さんです。このお店の特徴は何といってもインパクトのある白を基調とした店内になっているところです。正確には白ではなく白とグレーのカモフラージュカラーになっているんですが、この特徴的な店内はアメリカの思想家ソローの森の生活という作品に着想を得たそうです。ここでお店のコーヒーの紹介をしたいと思います。ゴールデンウッズ京都さんのコーヒーはフルーティーな香りを大切にした浅入りがベースになっているので、コーヒーが苦手な方にも比較的飲みやすいコーヒーになっています。また1階のカウンターの目の前でコーヒーを入れてもらえるんですが、個人のお店で400円から引き立てのコーヒーが飲めるっていうのはかなりお得だと思います。他のお店だと500円から600円ぐらいはしてしまいますね。なので気軽に足を運べるのもゴールデンウッズ京都さんのいいところだと思います。お店の年齢層に関してなんですが、やはりインスタ映えする店内のせいか、若いカップルや女性のお客さんが多い印象でした。実際私は一人で行ってきたんですが、少し入りにくかったですが、それを差し引いてもコーヒーが美味しく雰囲気もとてもいいところなので、ぜひ皆さん一度足を運んでみてください。最後にメインの2階の紹介をしたいと思います。この建物は大正時代の洋館をリノベーションしたそうで、2階は光がない開けた空間と暖かいランタンの光でとても幻想的な店内になっていました。はい、続いて紹介するお店が京都駅から徒歩15分のところにあるリットアップ京都さんです。雑居ビルの2階にある隠れ家的なお店になります。この無機質でスタイリッシュな店内でいただける一風変わったメニューがスカイレモネードです。このメニューがですね、透明なレモネードからスカイブルーに色が変わって、最後にピンクと3段階に色が変化する、おそらく皆さんが今まで味わったことのないような変化が楽しめるレモネードになっています。私も驚いたんですが、実は着色料は使っていなくて、バタフライビーやレモンの化学変化で色が変わっているので、安心して飲んでいただけると思います。またこのお店の近くには京都国立博物館や33間堂があるので、合わせて観光するのもおすすめです。はい、次のお店は京都駅から徒歩10分のところにある開花堂カフェさんで、このお店は日本で一番歴史のある茶筒で有名な開花堂さんが手掛けているカフェになります。建物は築90年の市電の車庫兼事務所をリノベーションしており、国の登録有形文化財でもあります。外観は歴史を感じる建物になっているのですが、内装は木のぬくもりとコンクリートが調和したモダンな雰囲気になっています。天井も高いので開放感もありますね。今回私が注文したのは抹茶のお茶菓子付きになります。開花堂カフェさんはコーヒー1杯でも850円とメニューの価格帯が若干高いので、私はせっかく京都に来たなら抹茶をおすすめしたいと思います。味についてなんですが、抹茶は深い味わいと老舗和菓子店の落雁とゼリーの上品な甘さがマッチしていて、とても美味しかったです。開花堂カフェさんは店内に茶筒をディスプレイしており、実際に買うこともできます。値札がついていないので、興味のある方は店員さんに聞いていただけるとファイルを見せてもらうことができます。茶筒の値段は1万3000円ぐらいで少し高いかなとも思うんですが、職人さんが全て手作業で作っており、このお値段にも納得です。机の上に実際に茶筒があって綺麗に閉まるか試してみたのですが、綺麗には閉まりませんでした。作られてから
時間が経ったからかなとも思ったんですが、これには実は理由があって、金属の線と線の部分を合わせると自然に蓋が閉まるようです。実際に試してみたのですが、気持ちいいぐらいに自然と蓋が閉まりました。ぜひ皆さんも行ったら試してみてください。次に紹介するのは、京都駅から徒歩8分のところにある青竹さんです。大正時代に建てられた築100年を超える京町屋を活用したカフェなのですが、京都駅周辺は再開発が進んでいるので、駅に近いところで町屋らしい建物が残っているっていうのはかなり珍しいです。オーナーの田中さんは、町屋の再生と保存を目的に20年空き家だったこの町屋をカフェにしたそうです。店内はガラス越しに見える坪庭が本当に風情があって和を感じる空間になっています。また掛け軸や土壁も坪庭と相まって、ここが都心部であることを忘れてしまいそうになります。今回は行けなかったのですが、2階は畳の部屋があるそうなので、次回はそこにも行きたいなと思います。青竹さんではかぶせ茶を注文しました。かぶせ茶と聞いてあまりイメージがない方もいると思うので、簡単に説明すると、お茶を採取する前に1週間ほど葉っぱに光が当てないようにして栽培したお茶のことを言います。こうすることによって緑色が濃く鮮やかになり、苦味成分が抑えられるそうです。青竹さんでいただけるお茶は、通常のものより倍以上長く光を当てずに栽培しているため、より旨味が十分に引き出されています。実際味わってみて、お茶は苦味が少なく深い味わいがして、白玉との相性も抜群でした。続いて紹介するのは、京都駅から徒歩15分のところにある市電カフェさんで、このカフェは以前実際に京都市内を走っていた路面電車を改装したカフェになります。京都市水族館がある梅小路公園の中にあるので、デートや家族連れで行く際におすすめなカフェです。注文は現在コロナの影響で車両に入る前に注文して、受け取ってから車内に入るスタイルになっています。どうでしょうか、この店内の雰囲気は。まるで大正時代にタイムスリップしたかのようなレトロな雰囲気ですよね。それもそのはずで、市電カフェさんの車両は95年前に製造されており、車内の扉やつり革は替えの利かない貴重な部品だそうです。なので皆さんも訪れた際には壊さないように大切に扱いましょう。ここで市電カフェさんのメニューを紹介したいと思います。このつり革を注意してみてください。もう答えは分かったでしょうか？そうです、答えはカタカタつりわパンです。すごい面白いメニューですよね。これで色が本当に茶色だったら本物と間違えてしまいそうです。皆さんもぜひ行ったらユニークなメニューを食べてみてください。ただし注意していただきたいのが、名前の通り本当に硬いパンなので、ドリンクメニューは必須です。ご年配の方は注意して食べてくださいね。市電カフェさんは他の個人店のカフェよりもリーズナブルな値段で、他にはないようなレトロな空間を味わえるカフェなので、皆さんにもぜひ行っていただきたいと思います。最後に紹介するのは、京都駅から徒歩13分のところにあるマーマーコーヒー京都さんです。このカフェの名前の由来なんですが、マーマーとは木の葉のざわめきや小川のせせらぎのことを意味していて、目の前を流れる高瀬川のせせらぎの音を聞きながらコーヒーを楽しむ癒しの空間にしたいという思いが込められているそうです。また春には桜が、秋には紅葉を楽しめるそうです。店内は窓が大きく、とても開放的な空間になっており、窓際にはクッションに座って高瀬川を眺めることができる席もあります。ネイビーの壁と木のぬくもりがとても合っていて、いい空間でした。ここでメニューの紹介をしたいと思います。定番のコーヒーもこのカフェは充実しているのですが、今回は私は抹茶アフォガードを注文しました。このメニューのいいところは、個別のメニューに写真が貼ってあるので、どんなメニューなのか誰にでも分かりやすくなっている点です。そのため外国人の方が他のカフェよりも多い印象でした。またドリンクメニューだけでなく、フードのメニューも充実しているので、小腹が空いた時にもおすすめです。はい、抹茶のアフォガードなんですが、想像以上に抹茶の味がしっかりとしていて、抹茶の苦さとバニラアイスの甘さが絶妙でした。マーマーコーヒーさんは慌ただしい日常を忘れ、
ゆったりとした時間を過ごせるカフェなので、皆さんもぜひ行ってみてください。これで今回の紹介動画は終わりになります。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか？行きたいなと思えるお店が見つかれば幸いです。これからもどんどんと情報を発信していきたいと思っているので、チャンネル登録、いいねをしていただけると新しい動画の通知がいくので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは皆さん、いい旅を。また会えることを楽しみにしています。